こんにちは、島田です。今回は前ももや外もものこりや張りを取る方法についてお話をします。デスクワークなど座ってる時間が長いと仕事が終わる頃には足の付け根や太ももが凝っていたりだるくて痛いなって経験あるかもしれません。で、この時に硬いところを直接マッサージでほぐしてもいいんですけれども、体のつながっている部分をうまく活かすことによって短時間で効率よく緩めることができるんですね。なのでこの効率よく前ももや外ももをほぐすために一体どこのポイントをほぐせばいいのか、そのポイントが効く理由、そしてその具体的なストレッチ法についてお話をしていきます。これを知ることでレッスン前のストレッチの時間を短縮したり、バレエをやらない方も足の付け根のこりを取るヒントになるはずです。ぜひご覧ください。結論から先に言うと、前ももと外ももをほぐすなら、お尻と脇をリリースすることで合わせて緩めることができます。なぜ前ももと外ももの硬さをほぐすのにお尻と脇をやっていくのか、どんな方法があるのか、順番にお話をしていきます。デスクワークなど座り仕事で股関節の周りや太ももが固まるとき、硬くなりやすいのは足の付け根の筋肉、大腿筋膜腸筋と言われる部分から膝の外までつながる靭帯、長径靭帯と言われる部分、これが外ももにあたります。また前ももの筋肉の外側にある外側広筋と言われる部分が硬くなりやすいんですね。で、この硬くなっているところを緩めるときは、硬いところを直接ローラーなどでほぐすのもいいんですけれども、体の中でつながっている部分を使うことで、他のところと合わせて緩めることができます。その鍵になるのが、体の横でつながるラインです。東洋医学では、足の薬指からつながるラインというのは、体の横をつないでいます。これは、太ももの外側だけではなくて、すねの外側もお尻も脇もこめかみもみんなつないでいるんですね。なので、その中の一部が固まったり縮んだりするとまとめて硬くなることもあるし、逆につながっている部分をほぐすことによって他のところも合わせて緩めることができるんですね。このラインの急所にあたる部分が脇とお尻の筋肉、大臀筋と言われる部分です。この2つはこのルートの中で特に影響が大きいので、ここが緩んでくるとつながる筋膜も同時に緩めることができます。特に大臀筋の場合は足の付け根の大腿筋膜腸筋や外ももの長径靭帯ももちろんですが、膝の痛みやすねの疲労、足首の可動域まで影響します。で、一方この脇は股関節とどう関係するのかというと、東洋学的な見方で見ると脇のツボから股関節に実はつながっているんですね。これは東洋医学の経絡という体のつながりの中で薬指のルートを描いた図です。アップにするとこんな感じですね。その中で体の中を通るルートと体の外を通るルート、どちらも脇のツボから股関節でつながります。そして股関節で合流した後、外ももにつながっていくんですね。ちなみにこの脇の方を緩めてあげると、足だけではなくて上半身にも影響が出ます。バレエで言うと脇を上げるとか脇を立てる動きがやりやすくなるので、アームスのキープがしやすくなるし、首や肩の重さを減らすこともできます。では具体的なやり方についてお話をします。まず最初のステップでは足を体の前で交差します。この時片手はテーブルか椅子などに置いておくと体勢が保ちやすいのでおすすめです。また両足が膝の前後でくっつくようにすると体のバランスが取りやすいので、ここがポイントになります。続いて脇の皮膚というか皮をつまんで上に引っ張ります。で、この時どこつまめばいいのっていうふうに思うと思うんですが、つまむ部分はみぞおちの高さにあってつまみやすいところであれば大丈夫です。で、ポイントはギュッとつまむんじゃなくて、
軽くつまんで2秒待ってから上に引っ張ること。こうすると皮膚が持ち上げやすくなります。そして脇の皮膚を上に引っ張ったまま体を横に倒していきます。この時呼吸を合わせるのがポイントです。まず息を吸ってから体を横に倒していきます。こうすることで肋骨や背中が潰れにくいので、より背中が動かしやすくなるんですね。で、倒していって動きがきつくなってきたところで息を吸います。そうすると背中が引き上がってより伸びやすくなります。それから息を吐いてもう一段倒していくと脇が伸びていきます。で、この時に脇の皮膚を引っ張れないとか、途中でつまめなくなるとか、そもそもつまめないという場合は、別バージョンで手を上に伸ばして倒すことで横のラインを伸ばす方法がおすすめです。で、これどこを伸ばすかというと、手首から肘の部分、前腕と言われる部分を上に引っ張り上げます。そうするとクロスして立っている状態なので、この状態で前腕を上に引っ張り上げると足も伸びて床が押しやすくなるんですね。なのでこの状態で息を吸って吐きながら横に倒していきます。で、動きがきつくなってきたりとか動き止まってきたなと思ったら、そこで息を吸って吐きながらもう一段倒す。そうすることで脇が伸びて前もも外ももの筋膜のリリースをすることができます。バレエのレッスンだと横のポールドブラに近いですね。ただこれ足をクロスしてやっているので、体勢が普通の状態とは違うと思います。で、またストレッチがメインなので、肩が持ち上がるのはこの場合は気にせずに、上に肘と手首を上に持ち上げて体を横に倒してストレッチをしてみてください。続いてお尻の皮膚をつまんで上に引っ張ります。で、お尻の皮膚ってどこつまむのって思うかもしれません。つまむポイントはお尻の上の方で骨の出っ張りが触れるところがおすすめです。で、解剖学的な場所で言うと上後腸骨極と言われる部分ですね。で、人によってはこの辺とかお尻の上の方っていうのは凝っているので、普段自分が凝っているところをつまんで上に持ち上げるのもおすすめです。で、この時のポイントはギュッとつまむ感じじゃなくて、軽くつまんで2秒待ってから上に引っ張ること。こうすることで皮膚が持ち上がって持ち上げやすくなります。で、このお尻の上の皮膚をつまんで上に引っ張ることで、足の付け根の大腿筋膜腸筋や中殿筋と言われるお尻の筋肉、外もも、前ももの外側の部分っていうのを緩めるスイッチになります。そしてお尻の皮膚を上に引っ張ったまま、先ほどと同じように体を横に倒していきます。で、この時呼吸を合わせるのがポイントで、まず息を吸ってから倒します。で、倒していって動きがきつくなってきたところで息を吸います。そしてそれから息を吐いてもう一段倒していくとお尻がよく伸びるという形ですね。では今回の話をまとめると、デスクワークなどで前ももや外ももが硬くなってしまって凝ってしまった時に、その凝りを取るための方法として筋膜リリースで取る方法をお伝えしました。で、その時のポイントは脇とお尻ですね。ここを緩めることで筋膜でつながる足の付け根、前もも、外ももを合わせて緩めることができます。で、ローラーが使えればローラー使っていただいてもいいんですが、ローラーがないときは足をクロスして脇とお尻の皮膚をつまんで体を倒す方法を使うことで、寝る場所がなくてもできますし、より短い時間でリリースすることができます。ぜひ試してみてください。また、今回の動画のノーカット版は概要欄にあるパッセを生かして股関節を開くに収録されています。外ももや前もものリリースっていうのは足のこりを取るだけではなくて、バレエのパッセで股関節が開きにくい方にもおすすめです。すでにコンテンツをお持ちの方は追加アップデートされているはずですので、そちらでご覧ください。ではまた次回お会いしましょう。ぜひ明日からのレッスンに活かしてもらえれば嬉しいです。ありがとうございました。